2012年、日本は死に向かっていた。止まらないデフレ、中国の圧力、そして決められない政治。石原慎太郎が掲げた尖閣購入計画は事なかれ主義の政府によって国有化され、その鋭い歯は鞘に収められた。これがあんたたちの修正史。でも、もしたった一つのボタンの掛け違いで歴史が覆されていたとしたら。ようこそ狂気のアナザーヒストリーへ。なんなのだこの景色は。ここは本当に僕の知ってる東京なのだ。まるで SF 映画の世界なのだ。あら、お目覚めかしら。ここは世界帝都東京。 GDP はアメリカを抜いて世界一位。アジアの、いいえ、世界の首都よ。世界一位。日本は失われた30年でボロボロの衰退国じゃなかったのだ。失われた？そんな言葉歴史の教科書にも載ってないわよ。ほら、自分の口座を見てみなさい。口座？うわ、通知が来てるのだ。期限配当金50万円。なんなのだこれは。毎月1日、日本国籍を持つ全員に振り込まれる石原配当よ。もちろん非課税、電気、ガス、水道、公共交通機関は全て無料。50万毎月。働かなくても遊んで暮らせるのだ。マイ棒が無限に買えるのだ。働いてもいいし遊んでもいい。この国の国民は生まれながらにして上級国民なのよ。どうして？日本から石油でも出たのだ。石油よりも価値あるものよ。全ては2012年、あの一人の怪物の暴走から始まったの。2012年、当時の民主党政権は中国のご機嫌取りに必死だった。石原の尖閣購入計画を国有化で封じ込め、彼を老人扱いして笑ったわ。覚えてるのだ。結局日本は何もできなかったのだ。普通の政治家ならそこで諦める。でも石原慎太郎は違った。彼はこの時完全にブチ切れたの。国がやらないなら東京がやる。尖閣なんて目くらましだ。俺は本丸を取りに行く。本丸？それが南鳥島なのだ。そう、絶海のことを南鳥島。その海底の泥には世界をひっくり返す量のレアアースが眠っていることが分かっていた。宝の山なのだ。なんで今まで掘らなかったのだ。財務省と経産省はもっともらしい理由で予算を握りつぶしていたの。石原知事、ボケましたか。深海6000メートルからの採掘などコストがありませんよ。それに中国産の方が安いですからね。そんな夢物語に予算なんて1円も出しませんよ。また財務省なのだ。目の前に宝があるのにどうして見ようとしないのだ。前例がないからよ。彼らは成功することより失敗して責任を取らされることを恐れる生き物だから。じゃあ石原さんはどうしたのだ。都の予算だけじゃ無理なのだ。石原も最初は八方塞がりだった。でもある夜の小さなアクシデントが歴史の分岐点になったの。アクシデント？何があったのだ。2012年春、都内のホテルで開かれた日米親善パーティー。石原の隣には F35 戦闘機の開発に関わる米軍高官がいたわ。彼はかなり酔っ払っていた。そして次の瞬間、足をもつれさせて手に持っていた赤ワインを石原の目の前でぶちまけてしまったの。うわあ、石原さんにワインをかけたのだ。殺されるのだ。会場は凍りついたわ。でも米軍高官は青ざめた顔でとんでもないことを口走った。すまない、クソク。俺たちの戦闘機も中国の起源を損ねたらこのクロスみたいに真っ赤に染まって終わりだ。どういうことなのだ。石原はその言葉を聞き逃さなかった。 F35 の心臓部に使うレアアースは 100% 中国製なんだ。奴らが輸出を止めたら俺たちはただの鉄くずを作るだけだ。弱点をポロリしちゃったのだ。その瞬間、石原は笑ったわ。汚れたスーツのことなんて忘れていた。なんだ、飼い主のアメリカも中国に首輪をつけられているのか。まさかその首輪を外してやろうとしたのだ。俺が餌をやって首輪を外せばこの狂犬は俺の番犬になる。そう確信した彼は翌日極秘裏に行動を開始した。彼は極秘裏に横田基地からアメリカへ飛んだ。行き先はホワイトハウスじゃない、ペンタゴン、米国防総省。酔っ払いの愚痴を信じて本当にアメリカ軍の本部に乗り込んだのだ。彼は賭けに出たの。あの愚痴が真実ならアメリカは喉から手が出るほど中国以外の資源を欲しているはずだと。ペンタゴンの密室。石原は南鳥島の泥が入った小瓶をテーブルに叩きつけた。あんたらの自慢の戦闘機中国産の部品で飛ばすのか。笑わせるな。すごい度胸なのだ。相手はアメリカの将軍たちなのだぞ。おい、これは最高純度のジスプロシウムじゃないか。どこで手に入れた。将軍たちは色めき立ったわ。あの夜のワインの愚痴は本当だったのよ。東京都がくれてやる。この泥があれば中国などに頭を下げる必要はない。欲しいか。悪魔の取引なのだ。条件は何だったのだ。
条件は一つだ。技術と金を出せ。そして日本政府の口を塞げ。うわあ、米軍の空母が南鳥島を包囲してるのだ。これじゃ中国も日本政府も手が出せないのだ。名目は日米共同海洋調査訓練。でも実態は米軍の本気を出した大規模採掘用コスト度外視採算物資軍事作戦として開発が始まった。日本政府は、総理大臣は何をしてたのだ。アメリカ大使館から連絡。南鳥島は聖域だ。介入するなとのことです。なんだと。ふざけるな。ここは日本の領土だぞ。しかし下手に関わると日米安保に関わると脅しが。手出しできなかったのよ。財務省が予算はなんて言ってる間に米軍の圧倒的なパワーで既成事実は完成した。痛快すぎるのだ。石原さんの完全勝利なのだ。そして2015年ついにその日が来た。最初のコンテナが引き上げられた瞬間、世界のパワーバランスが崩壊したわ。世界中のニュース速報。日本資源大国へ、中国の独占崩れる。採掘成功。その埋蔵量はなんと世界需要の600年分。しかも質は最高級。日本は一夜にして中東を超える資源大国になった。600年分。もう未来永劫食いっぱぐれないのだ。中国はパニックよ。彼らの切り札だったレアアース金融カードがただの紙切れになったんだから。アップル、テスラ、サムス、世界中のハイテク企業が中国を見捨てて日本になびいた。安定した資源と最高の技術、この2つが揃った日本は無敵だった。ざまあみなのだ。今まで散々いじめてきた報いなのだ。そして2017年、この男の登場で日本の覇権は確定した。慎太郎、お前はクレイジーだ。だが最高だ。お前と7世界を回せる。2人は意気投合し、日米はかつてない蜜月関係に入ったわ。似た者同士なのだ。最強のタッグなのだ。在日米軍の費用いらないよ。その代わりレアアースを安く回せ。中国を一緒に叩き潰そうぜ。防衛費ゼロ、5兆円も浮いちゃったのだ。その浮いたお金はどこに行ったのだ。浮いた予算と年間100兆円を超える資源利益、全て国民に還元されたわ。消費税廃止、大学無償化、医療費ただ。そして石原は東京湾に世界最大の娯楽都市ネオお台場を建設した。ラスベガスとマカオを足して2乗したような欲望の解放区よ。すごいのだ。カジノもタダで遊べるのだ。当然よ。国民はカジノの入場料無料。外国人富裕層から巻き上げた外貨が湯水のように日本中に還流された。日本人の生活も一変したわ。朝食は松屋の定食じゃない。A5ランクの和牛ステーキと大トロが庶民の味になった。朝からステーキ、痛風になっちゃうのだ。医療費ただだから関係ないわ。スーパーに行けば1個5000円のメロンが飛ぶように売れる。誰も値札なんて見ないの。老後2000万円問題？笑わせるわね。この世界の老人は2000万円をはした金と呼んで孫のお小遣いにあげているわ。桁が違うのだ。僕もお小遣い欲しいのだ。地方も激変したわ。種子島は世界初の商業宇宙港となり、中学生の修学旅行先は京都じゃなく月面基地になった。宇宙旅行が修学旅行？僕も行きたいのだ。月で餅つきしたいのだ。日本人のパスポートは世界最強のプラチナチケットと呼ばれたわ。海外に行けばおう、ジャパニーズ神様ってレッドカーペットで迎えられる。変なのだ。日本人であることが最高のステータスなのだ。トヨタは空飛ぶ車のシェアを独占し、渋滞は消滅。ソニーはアップルを買収して子会社化。かつて日本を見下していたガーファがこぞって本社を東京に移転させた。ソニーがアップルを買収？すごすぎるのだ。日本が世界の中心なのだ。ずっとこの夢を見ていたいのだ。終わらせないでほしいのだ。2020年の東京オリンピックは史上最高の祭典になった。開会式では実用化されたガンダムが聖火を点灯し、世界中が度肝を抜かれたわ。でも時間は残酷ね。どんな英雄も追い年には勝てない。やめるのだ。そんな悲しい顔しないでほしいのだ。2022年2月1日、石原慎太郎死去。石原さんが死んでも作った仕組みは残るはずなのだ。資源はなくならないのだ。誰かが後を継げばいいのだ。誰が継ぐの？彼という重しが取れた瞬間、地下で息を潜めていた奴らが一斉に湧いてきたのよ。資源の掘りすぎは環境に悪いんですよ。これからは中国との関係改善も必要です。米国依存からの脱却。やっと我々の時代ですね。そんな綺麗事を並べて彼らはプラットフォームを止めてしまった。バカなのだ。なんで自分たちで首を絞めるのだ。せっかくの宝をドブに捨てる気なのだ。それが事なかれ主義の正体よ。彼らは突出した成功よりも管理しやすい平穏な衰退を好むの。国民が豊かになりすぎるのを嫌ったのよ。そして現在夢は覚めたわ。残ったのは借金と増税、そして三流国になり下がった現実だけ。配当金なんてない。あるのは請求書だけ。現実はこんなに暗いのだ。
悔しいのだ、あんなに輝いていたのに。でも絶望するのはまだ早いわ。まだ何か残ってるのだ。この黄金の未来はただの妄想じゃない。技術も資源も可能性も全てそこにある。まだ誰も捨てていないわ。歴史を変えるのに必要なのは予算でも許可でもない。たった一人の狂気とそれを支持するあなたたちの声よ。南鳥島の宝はまだそこに眠っている。歴史のボタンはあなたの手の中にあるわ。どんな未来を選ぶかはあなた次第よ。コメント欄であなたの選択を聞かせて。みんなの意見絶対聞かせてほしいのだ。また次の歴史で会おうなのだ。次回をお楽しみに。ごきげんよう。バイバイなのだ。